根菜尽くしのメニューです。はい、寒いしね。さつまいもでしょ、かぶ、大根、人参、ごぼう、5種類で、まずさつまいもご飯、もう本当に簡単なんだけど、さつまいもを乗っけて炊くだけね。で塩麹入れるとすごく美味しいので合うんですよ、さつまいもと塩麹が。塩麹で味をつけていきます。でさつまいもはね、コロコロに切りたいんですよ。1センチよりも大きめ、 1.2 とかそのぐらいのコロコロに切っていきたいですね。あんまり小さいとさ、炊き上がった時に崩れてしまうじゃないですか。程よく崩れるぐらいが理想ですよね。さつまいも色が悪くなることがあるじゃないですか。アクがあるんでね。なのでちょっと切ったら水に5分ぐらいつけておくと綺麗に仕上がると思います。覚えやすいと思うんですよ。米2合、さつまいも 200g、 塩麹大さじ2、222。さつまいもがね 200g がマックスだと思うんです。2合に対して。それ以上入れるとあまりにも芋々しいと思います。200g 超えない方がいいと思いますね。水を2合の線に合わせたら塩麹を大さじ2。でもここで混ぜてしまいます。そしたら水を切ったさつまいもを上に乗っけて慣らしたら炊飯器に入れてスイッチオンですね。人参と大根の味噌汁って別にそんなに心ときめく具材じゃないけどさ、切り方がちょっと目新しいとおって思うんじゃない？料理ってさ、マンネリとの戦いじゃないですか。やっぱ目先を変えてあげるって大事だと思うんですよね。大根は人参より気持ち大きめ、1センチぐらいでいきましょうか。コロコロ尽くし。じゃあ白菜とかぶと豚バラの重ね蒸し。よくみんなやるよね、白菜と豚バラ重ね蒸し。簡単でね、美味しいからね。今日はそこにかぶも一緒に入れちゃうってやつね。白菜は硬いとこと柔らかいところにまず分けようと思うんです。この硬い部分はね、ちょっとこう大きめのそぎ切りとか、硬いところ、中くらいのところ、刃の柔らかいところ、3チームぐらいに分けて、で硬いところはもうフライパンに入れていきます。そういうフライパンの下が一番ね、火が通るんで、硬いものは一番下に。かぶ、今日はね、皮付きのままでいきます。かぶってすごく柔らかくなるでしょ。皮も柔らかいんですよ。ただ切り方によるんだけど、輪切りにしてあげるとこのぐらいの幅だったらね、気にせず皮も一緒に食べれるので、今日は皮付きのままいきます。かぶって皮むくところが一番めんどくさいので、でこうしたらそう、3等分か4等分ぐらい。あまり薄いとやわやわになっちゃうので、ある程度厚みがあった方がいいと思うんですよ。でこれ上の方が硬いので、できたら上は少し薄めで、下の方がちょっと厚めな感じで切ると
ちょうどいい感じに火が入ると思います。これかな、このぐらいでいこうか。下は思い切ってこのぐらい厚めでいこうかな。お尻の部分はねちょっと切り落としてしまいましょう。そして生姜ね、生姜はね、1かけから2かけぐらい、生姜効かしたい人は2かけぐらい入れてもいいと思うんですよ。これはもうきれいに洗ったものを皮付きのまま千切りにしていきます。ね、豚バラです。豚バラはね、長さ3等分ぐらいかな。このまま乗せてもいいんだけど、一味つけてあげた方が美味しいんですよね。なのでちょっと下味をつけてあげます。できれば厚みが若干ある方が仕上がりがいいと思います。じゃあ下味はね、まず大さじ1、今日になりました。今日ぐらいでちょうどいいかも。焼肉のタレだね。焼肉のタレ、下味にでも何にでも使えて便利ですよね。大さじ1と2分の1ぐらいかな。軽くでいいので箸でこうやってまぶしてあげて、あんまりここでさ混ぜすぎると肉がもろもろになるじゃないですか。全然下味ついてない箇所があってもそんな大した問題ではないので、はい、そしたらさっき敷き詰めた白菜の硬いところの上に今度は豚バラを敷き詰めていきます。3分の2ぐらいを目安に。今度はかぶね。そしたら残りの豚バラね、白菜の次に硬い部分をね下にして、綺麗だね。はい、そしたら最後に生姜の千切りをパラパラパラ。肉には下味つけたけどそれ以外味がついてないので、塩をね少し2つまみぐらいパラパラパラと。そして一番最後にお酒ですね。はね、たっぷりめの方がやっぱり美味しく仕上がると思うんですよ。なので大さじ2から3は入れたいですね。3いきましょうか。そしたら蓋をしてちょうどだね。すごい。で火にかけます。火加減はね弱めの中火ぐらい、フライパンの底に火がかすかに当たるぐらいかな。それで12分間蒸していきます。納豆とごぼうのかき揚げね。納豆のこのタレも使うんですよ。これにちょっとつけて食べると美味しいので、これ味が濃いんでね、水でちょっと薄めておきます。大さじ2だとちょっと薄くなりすぎると思うんでね、大さじ1と2分の1ぐらいにしておきましょう。ピーラーでささがきにしていきます。ちょっと長め、5、6センチぐらいのささがきにしていきますね。ちょっと長めだね。きんぴらごぼうなんかするよりはちょっと長め。今幅が太いの、幅が細いの、いろいろ混じってて全然大丈夫です。これで回さずにこうやってやると幅が広いささがきになるんですよ。幅広いのが良ければこうすればいいし、細いのが良ければこうやってね。でさらに細いささがきしたい時は包丁で縦にこうやって切れ目を入れてからささがきするとすごく細いささがきになります。味が均一なものよりもなんか不揃いなものの方が好きなんですよ。どんな料理でも味が濃いところと薄いところが混じってたりとか、切り方が細かったり太かったりで食感がいろんなのがあった方がなんか個人的に好きで、なんかそれが逆に家庭料理のいいところじゃないかなと思うんだよね。ムラっ気なるところが。
納豆2パック、ちょっとね軽くくっついてる納豆をほぐしながら、あんまりこう混ぜて糸が出ないようにね、軽くほぐして入れていきます。そしてこれをね混ぜていくんだけど、なるべくふんわり混ぜていきたいんですよ。この具材と具材の間に空気が入っているようなふんわりした状態で混ぜていって、ふんわりした状態で揚げていきたいんですね。こんな感じね、ふんわりと混ぜたら、ここにねもう天ぷら粉を直接入れていきます。でね、大さじ2、そしたらここでまたふんわり混ぜていきます。粉が行き渡ったらここに水を入れていくんだけど、水はね粉と同じ大さじ2入れます。そしてやっぱりふんわりとね、これ気持ちが大事だよね。ふんわりさせようと思わないと。で、粉っぽいところがなくなったら揚げていきます。そしたら油を温めます。そんなにたっぷり入れなくていいですよ。1センチ 1.5 センチあれば揚がるので、もちろんたくさんねあった方が揚げやすいんだけども、なるべく少ない油でいきたいでしょ。温度はね、170度ぐらいが目安なんだけど、温度っていうよりは試しに一つ入れてみたらいいよね。大きめのスプーンと箸を使って、しかもこれは納豆のネバネバで程よく具材が混ざってくっついてるのでやりやすいと思います。でゆっくりこうやって入れていきます。で箸でちょっと形を整えてあげて、そしたら次のを入れていきます。スプーンの上でやっぱりねふわっとした感じに形をしてあげて、ふわっと入れていきます。散らばりそうなのをちょっと箸でこうやって押さえてあげて、端触って硬くなってきたらひっくり返します。やっぱり何度かこう空気に触れさせてあげるとカリッと揚がるので、箸でつまめるぐらいの硬さになったらちょっと時々こう引き上げてね、空気に触れさせてあげるといいと思います。さっき具材をふんわりして間隙間があるようにしてるので、油もこうやってスーッと抜けていって軽く揚がるんですよ。具材と具材が密着してるとやっぱりそこに油もたまるしべちゃっとなるよね。で、両面固く箸でこうやってトントンとやって両面ともカリッとしてきたら引き上げます。引き上げる時にね油を切るけども、あんまり高いところでやると油よく切れないんですよ。やっぱり鍋のこの油の近い温度の高いところでちょっとこう振ってあげるとより油が切れる。
噌汁いっぱい飲むか。可愛いですね。色がね、コロコロで。ああ、美味しい。野菜の甘みが出てるね。もう数より先にご飯食べたくなる。塩麹がいい仕事してるよね。美味しい。ありがとう。スナック菓子みたい。美味しい。あれ、納豆嫌いな人が食べれいけた。ますね。なんか普通の大豆みたいな。なんか納豆の感じがしないです。うん。ネバネバと、やっぱり匂いも和らぐんで。納豆っていうより大豆って感じがするからね。美味しい。この納豆のタレにつけても美味しいよ。おお。びっくりした。ティッシュがいる。入れたいな、ここも。あ、そうか。でもやっぱりちょっと酸味があった方が美味しいと思います。柚子胡椒をつける前提で薄味にしているので、みんなもつけようか。ちょっと何かつけないと物足りないぐらいの味だと思います。ありがとうございます。豊間さんが作ってくれたね、手作りの柚子胡椒。美味しいです。毎年楽しみだよね。美味しい。これレモンの酸味が合うでしょ。これは松永さんのやつなんですか。うん。のいないね。初めて見る。今回この動画を通してお願いしますって言っとこうかね。すごい可愛い。かわいい。狛犬なんですよ。柚子胡椒にぴったりじゃない？鍋の時。ありがとう。納豆ね、食べてよかった。嬉しいわ、なんか。納豆嫌いの人でも食べれますね。うん全然納豆っぽくなかった。おめでとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。 Pass it by and tell yourself it's gonna be alright. It's days like this, days like nights, so light your fire bright. Hold my breath in Oregon, waiting for the days to show us what they have to show, to let us have perspective. Honey, I am looking forward to the days we will have together. Let us be a family, knit our hearts like a winter sweater. Now and then we try to see